はい、皆さん、こんにちは。カリガルメソッド挑戦中のみはるです。前回、この基本ルールの動画も撮ってたんですけど、なんかちゃうなと思って、というのもですね、この、カリガルメソッド自体、今もうインターネットにも情報がちょっと溢れすぎて、そもそもの基本ルールも結構細かく普段聞き慣れないような言葉も含めて入ってるんで、わーってなってみんな最初の段階で諦めちゃう人って結構いるみたいなんですよね。で、ちょっと皆さんにはそうなってほしくないなと思ってその動画を見てたら、これじゃいかんなと。なので、撮り直すことになりまして、言ったらこのヘアケアなので、このメソッドっていうのは、家でするヘアケアって言ったら、もう髪の毛を洗うのと、乾かすのが主なことなので、ちょっと2部門に分けて、ご説明したいなと思ってます。今回は洗うところをまず中心に、ご説明していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい。それでは、洗う3つに分けてご説明します。まず1つ目、シャンプーをしないでください。シャンプーには硫酸系化合物と言いまして、ラウリル硫酸ナトリウム、ラウレス硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸アンモニウムがちょっと代表的なものになるんですが、これは食器用の洗剤とか、あと洗濯用の洗剤にも入ってます。油きれいに落ちますよと、キュ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 ッときれいに落ちますっていうのは、この成分が入ってるものになるんですね。で、いっぺんちょっと家のシャンプー見てください。絶対入ってると思います。よっぽどちょっとボタニカルとかいうのをもうされてる方だったら入ってないかもしれないんですけど、泡立つものであれば基本もうこれが入ってると思ってもらったらいいと思います。で、なんでこれをしたらいけないのかっていうと、私たちのこの天パの髪の毛っていうのは、キューティクルが開いてる松ぼっくり、想像してください。松ぼっくりみたいな感じでも言ったらキューティクルがバーッと開いてる状態で乾燥してます。で、それを言ったら穴がたくさん開いてるので、スポンジですよね。食器洗いのスポンジと一緒ですよ。あれに洗剤ビュッて入れたらすごい泡が出てくると思います。このスポンジにやっと洗剤垂らして水だけで流そうとしたらどうなると思います？で、実際にこの著者が実験したそうなんですよ。そしたら10時間経っても泡が残ってたそうです、そのスポンジに。で、その穴がいっぱい開いてるこの私たちの髪の毛は、そういう意味ではそこにその泡がやっぱり全部入っちゃうんですよね。で、泡が入るとどうなるかっていうと、本来保湿の水分が入らないといけないところに泡がいるんで、髪の毛が乾燥してしまうっていうのが一つ大きな理由になっています。なので、このシャンプーの部分に関しては、髪の毛が直毛の方であれば髪の毛にやっぱり人間の体にとっては良くないものなので、硫酸系化合物の入っていないシャンプーを使って、探して使っていただくっていうのがまず最初の入り口になります。まずこれをやめることから、始めてください。二つ目は、毎日シャンプーをしないこと。これも同じ理由で、いくらその硫酸系化合物が入っていないものにしたからと言っても、髪の毛をやっぱり毎日洗うということは、特に私たちこの天パくせ毛の髪の毛にはよくありません。海外の人って結構毎日洗わない人が多くて、私も昔それ聞いた時に汚ねとか思ってたんですけど、そっちの方がすいません、どうやら正しかったようで、このメソッドでは前回もお話しましたけど、一応 7,8 種類にその髪の毛のパターンですよね、タイプを分けておりまして、で、髪の毛のやっぱりこの癖が強ければ強いほど髪の毛も頭皮もどうやら乾燥してるようなんですね。
なのでこういう髪のタイプの人と、こういう髪のタイプの人とでは頭皮の乾燥具合とか髪の毛の乾燥具合もやっぱり違っているので、この洗う頻度に関しては本当に人によります。なのであまり神経質にならずに、もう本当に自分でやりながら、いやもうちょっといけるなとか、私の場合3日に1回ぐらいはやっぱり洗わなあかんなとかっていうのがやっぱ出てくると思うので、そのあたりはご自身のこの頭と相談しながら、進めていただきたいなと思っています。毎日洗うのはとりあえずやめましょう。簡単なとこから行くと、3日に1回とかから始めていただくのがいいのかなと思います。3つ目、コンディショナー。コンディショナーはまずシリコンフリーのものを選んでください。シリコンの何がダメなのかっていうと、シリコンは日焼け止めクリームとかにも入ってます。で、特にその非水溶性シリコンといって水に溶けない、シリコンになるんですけど、それがコンディショナーに入ってるんですよ、結構。でそれをコンディショナーに入ってることでなんか手触りが良くなるんですね。髪の毛にコーティングするみたいな形になって、でただでもそれもフェイクなのと、それが一回髪の毛についてしまうと蓄積して髪から取れなくなるんですよ。でそれを取るために何するかって言ったら、さっき言った硫酸系化合物の入ったシャンプーで洗い流さないといけないっていう、もう負のスパイラルに陥ってしまうことになるので、このシリコンが入ってないコンディショナーを必ず選んでください。で選んでいただく際もボタニカルコンディショナーって言ったらいいですかね、植物由来の成分が主に使われているコンディショナーを選んでください。アロエベラとか、今ちょっとすいませんパッと思いつかないんですけど、ボタニカルコンディショナーっていうことで調べてもらったらいいと思うんですけど、書いてるからといって本当にボタニカルかどうかは必ず成分チェックしてください。上から書かれてる順に分量が多いので、ボタニカルで植物性ですって表に書いてても、裏見るとその植物性が入ってるのはこう下の方に書かれてたりとかっていうのもいろいろあると思うので、きちっと、ご自身の目で確かめていただいて、使っていただくように、お願いしたいなと思います。あとコンディショナーに関しては流すときすごく大事でして、コンディショナー流すときお湯で、お湯でって言ったらお湯も熱いお湯は避けてください。でお湯ってやっぱり油流してしまうので、中にはこれをされてる方はもう髪の毛流すときはもう水しか使わないっていう方もいらっしゃるぐらいなので、今夏場なのでね、できると思います。できれば最後コンディショナーを流すときはちょっと冷たいめのお水で流してもらえるとさらに潤いが持ちやすくなるのでおすすめにはなります。で流すときに流しすぎないっていうのがすごく大切で、私の場合こう水にじゃねえや、手に水をこう溜めてパシャッとパシャッっていうのを 2,3 回やって終わりです。なんか変な感じすると思うんですけど、なのでコンディショナー大量に髪の毛に残った状態で上がります、シャワーから。それぐらいコンディショナーはたくさんつけた状態で乾かすっていうのがとっても大切になってきますので、コンディショナーは少ないよりは多すぎる方がいいです。これキーワードでお願いします。コンディショナーは少ないよりも多すぎる方がいいので、実際にそのシャンプーからコンディショナーまでのやり方で髪の毛の流し方とか、いろいろとそこもポイントがあるので、これに関してもご紹介する動画また上げさせていただきたいなと思っております。で、すでにですね、私のインスタグラムのアカウントの方にはそのあたりやり方中心にこういったコンディショナーの成分とか、シャンプーの成分だったりとか、どういう
ヘアケア用品使ってますっていうのも含めてご紹介してますので、気になる方は先にそちらね、見ていただいてもいいのかなと思っております。以上、髪の毛を、洗う際に、気をつけていただく、この、くせ毛のトリセツカーリーガルメソッドの、基本ルールご説明させていただきました。それではまたねー。今日結構調子いい方です。実は、今日は洗って3日目。こんな感じです。